模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー152新 SD 戦国伝超機動大将軍編のキットバードガンダムを作っています。1995年に発売されたキット、塗装パートです。5形態分を一気見するパーツペイントのフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。使用したのはモデルカラーのホワイトグレーです。少しグレー味を帯びた白です。その分隠蔽力が強い。ベース作りの塗料として重宝しています。この後の色分けが色のり良くなるのと塗装箇所の目印にもなるので、一手間ですがこの下地塗装は欠かせません。このパートでは武装パーツのベース塗装を見ていきます。最近ではこのホワイトグレーの他に題材によって下地塗装だとゲームカラーのデッドホワイト、モデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかをよく下地塗装には用いています。今回の塗装で使用した塗料はこちら。色分けの一色目は緑です。モデルカラーのライトグリーン、バードヘッド、ウィング、翼、兜、胴体正面などスポットですが塗装箇所は多くあったライトな緑です。扱いやすい塗料ですが、いきなり塗装箇所が細かいところも多いので、極細筆で丁寧に塗りました。モデルカラーのダークグレーです。濃い色味のグレー、胴体、腕部、肩アーマー、兜などに使いました。均一な色塗りになるように、ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。続いて赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー、フェイス、脚部、肩アーマー、バードヘッドなどに。ゲームカラーはファンタジックな特別色で人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。超機動大将軍編は SD 戦国伝シリーズでは7作目、F91 とその一族を主人公にした新 SD 戦国伝のシリーズとしては4作目です。登場キャラクター、ストーリーは機動武闘伝ゴッドガンダムがベースになっていました。登場キャラの異国武者は SD ガンダム外伝、SD コマンド戦記、ガンドランダーの世界をモチーフにされていました。このバードガンダムのみ、ガンダムウィングからの参戦キャラクターです。バードガンダムは天空武人、剣聖副将軍なので、もともと烈空ガンダムだったキャラクターの息子です。親元を離れて修行していたところ、天の神々である天空武人の使いに認められます。天空武人の地位を受け継ぎ、遺産である天外王を守っていました。安易に地上の民に天の力を貸すことはしませんでしたが、魔界と天界の力を取り込んだマスターを倒すために必要だと判断し、ゴッド丸に機動大将軍の力を与えました。兜飾りの設定では、ホログラムシールの箇所、肩アーマーにウォーハンマーカラーのベース、グレーナイトスティールを使いました。青みを帯びたメタリック、シルバーです。銀色はゲームカラーのシルバーを使用しています。胴体と刀のパーツに刃の部分に使っています。発色の良い銀、下地も装甲しています。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何と言ってもファレホの魅力です。ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。戦国伝や三国伝のキットでは欠かせない金色塗料です。下地も効いて一発で色が乗っていきました。頭部、胴体、ウィング、肩アーマー、翼にも。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次シタデルカラーから名称変更をしました。ウォーハンマーカラーは発色は強い、隠蔽力高め、
今回のゴールドに代表される金属色やコントラストは優秀。ちょっと使いづらい独特の蓋容器というのはシタデルカラー時代から変わらず健在です。フェイスの墨入れにマーカーを使いました。マービー4ドローイングの 0.03mm 超極細ペンのブラックです。墨入れにモデルカラーのライトグレーを水で溶いて薄めて染め塗りしました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとパレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずはバード本体と言われる基板を作ります。胴体パーツに右左と脚部を取り付けます。次に右左と腕部を取り付けます。頭部をジョイントします。これがバード本体です。フロントビューからリアビューまで。ウィングを額に取り付けます。続いて軽装形態を作ります。背中に背負わせる鎧を作ります。バックパックにペイントした翼を取り付けます。肩アーマーが翼にくっつきます。兜飾りを兜に接続します。その兜がバードヘッドの頭に取り付きます。そのままバックパックを背中に接続して完成です。これがバードガンダムの軽装形態です。フロントビューからリアビュー。3形態目は武者形態です。ウィングはとんがり部分が下になります。肩アーマーを左右と取り付けます。兜を頭部にかぶせて完成です。バードガンダムの武者形態です。フロントビューからリアビューまで。スーパーモードに換装します。ウィングは開いた状態で胴体正面に取り付けます。兜飾りが開閉して新王子がお披露目です。肩アーマーが開きます。翼は反転させてこちらも大きく開きます。バードガンダムのスーパーモード大鳥の肩の完成です。フロントビューからリアビュー。最後は鳥型飛行モードを作ります。バード本体の頭部をくるっと回転します。肩アーマーはメッキパーツを鳥の足の形に変えてバード本体の腕部に取り付けます。兜が足底の穴に接続されます。翼は飛行形態の位置に微調整します。バードヘッドが前にせり出してきて、ウィングが頂部に取り付きます。バックパックのジョイントをバード本体と接続します。これが鳥型飛行モード、飛翔新王形態です。フロントビューからリアビュー。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー152新 SD 戦国伝超機動大将軍編のキットバードガンダム塗装のパートで一連のパーツを水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。